まずは指示書に目を通して材料を確認だな。10種類も材料がある。ふむふむ。銀極草は月光で育つ解毒作用のある魔法植物じゃ。茨の谷では珍しくもないからよく知っておるぞ。水耕苔は渓流沿いの岩や倒木に生えておる夜光るやつじゃな。琥珀足は砂糖の何十倍も甘いのにカロリーがほぼゼロの樹液が取れる。かなり高い木の枝に生えている寄生樹だ。備品セットにほうきはあるみたいだ。ないと採取に苦労する。ひどく竹があるぞ。とんでもなく苦くて食うと体がしびれてしばらく動けなくなるキノコじゃ。昔こやつのせいで野営地が大変なことになったことがある。森林地帯、崖、渓流。手分けしないと採取だけでタイムアップになりそうっすね。俺は水耕苔は知ってるが、銀極草なんて見たことねえな。僕は砂漠育ちだから森林の植物には詳しくない。だが虫取りなら任せてくれ。火炎鳥の鱗粉は僕が集めてくるよ。じゃあ3チームに分かれるか。材料を集めたら先行弾で合図。スタート地点で合流しよう。よっと。琥珀足はこれだけあれば十分だな。ほうきを使うまでもない高さに生えててくれて助かった。とはいえ生えてたとこまで 4,5 メートルくらいはありましたよね。手長ザルほどとは言わないっすけど、スルスル登っていって意外でした。サイエンス部はフィールドワークもよくやるんだ。採取は体力勝負な面もある。それにこれでも一応両対抗マジフト大会の代表選手にも選ばれてたしな。運動は苦手じゃないよ。ハーツラビルとディアソムニアのやつらマジでそれ永遠にこする。冗談だよ。悪いと思ってるならもうあんなことはしちゃダメだぞ。目が笑ってないんすよ。よしよし。森林で集める素材はだいぶ集まったな。最後はひどく竹じゃ。これは暗く湿った洞窟などに生えている。フィールドの東に洞窟があるみたいだ。行ってみよう。見よあそこ。赤いキノコがわさわさ生えておるぞ。大量大量。先日の雷雨がキノコの発育に良かったのかもしれないな。こんなに食欲そそる色してんのに一つも食えないなんて集めがいないっすね。赤いキノコといえばひどく竹は食べられないが、よく似た赤い傘のキノコでシンクタケというのがある。そっちは希少な高級食材で煮込むと深みのあるいい出汁が出るらしいぞ。ほう、それは良いことを聞いた。シンクタケを使ったリゾットなど作ってやればシルバーが喜ぶかもしれんな。でもひどく竹とシンクタケは姿も生息地も似てる。採取の時は慎重にな。じゃあ目の前に生えてるキノコはどっちなんすか？なんすかその沈黙。先輩たちひどく竹は見たことあるんすよね。料理本で見たシンクタケは傘の縁に黒い模様があった気がする。スマホが使えれば検索できるんだが。ひどく竹に黒い模様があった気がするの。これどっちじゃろう。一気に不安になってきた。もし間違えれば減点。確実な判別方法はないんすか？食ってみてしびれたらひどく竹、美味しかったらシンクタケじゃ。そんな乱暴な。確か毒性を判別できる試薬がある。ちょっと考える時間をくれ。前に一度だけ部活で作ったことが。ひどく竹のしびれを取る解毒薬ならちょうどこの銀極草で作れるんじゃがな。なるほど、了解っす。ラギー、おいしっかりしろ。こりゃいかん。急いで解毒薬を煎じるぞ。魔法で生成した蒸留水を用意して。
こは動けるかラギ？なんとか。魔法薬は？もうすぐ完成するところじゃ。トレイさんたちが調合してんなら間違いないっすね。時間内に完成しそうでよかったっす。よくはないだろう。あんなためらいなくひどく竹を口に入れるなんて肝が冷えたよ。俺指示書読んでも調合で役に立てる気しなかったんで、ありもんで解毒薬作れるって話もあったし、あんたらならどうにかすんじゃねえかなって。だってレオナさんが潰したがってたハーツラビルとディアソムニアのナンバー2っすからね。それにうちの学園じゃ珍しいくらい面倒見のいいお二人さんなら俺を見捨てることはないでしょ。結局俺は寝っ転がってただけで合格点もらえそうなんで、むしろ得したっす。レオナは本当に良い部下を持ったの？古来より忠義の形は様々じゃが、仲間を信じて危険を引き受ける覚悟を持つ者がいるというのは王にとって何よりの財産じゃ。俺はあんな部下がいたらって考えるだけで胃が痛くなるけどな。なんじゃ肝っ玉の小さい男じゃの。でも今日は本当に学びの多い授業になった。学園対抗戦までにあらゆる試薬の作り方と魔法薬の材料になる植物の写真をおさらいしておくことにするよ。お、指示書の通り水色の煙が出たぞ。魔法薬の完成じゃ。よし、瓶に詰めて先生のところへ持っていこう。立てるかラギ？当然。さあ急ぎましょう。どうせなら一番乗りを狙うっすよ。よーし、皆さんお揃いですね。本日皆さんに挑戦していただく競技はメイズスプリントです。メイズスプリント、懐かしいな。私が1年生の頃、サバナクローの先輩たちが多く参戦していた。メイズスプリント、名前からなんとなく想像つくけど、めちゃくちゃハードな競技っぽくない？察しがいいですね、トラッポラ君。この競技は7名1チームとなり、魔法で作られた迷路を走り抜けるレース競技です。ルールは単純。ゴールまで最速で最多の人数で到達したチームが勝利です。よっしゃ、走るのは得意だし、僕でもいい成績が残せそうだな。スペード君の喜びに水を差すようで心苦しいのですが、このレースはただ速く走ればいいだけではありません。幻影の壁、崩れる床、属性を持った障壁、突然降り注ぐ攻撃魔法、そういう迷宮内に仕掛けられたさまざまな罠を見極め回避し、時には力技で壊しながら進む必要があるのです。想像以上にめっちゃハードなんだけど。罠なんて俺様の炎で全部燃やしちまえばいいんだぞ。考えなしに魔法をぶっ放せばギミックに跳ね返されて丸焼きになるのがオチだ。頭の軽い草食動物どもと走る羽目になる奴らには心底同情するぜ。未熟な翼も飛び立たねば空の広さを知ることはできない。何事も挑戦してみるのが大切さ。いいかいひな鳥たち、この競技の鍵は判断の速さ、持久力、魔法の精度、そして何よりチームワークだよ。この競技に限りませんが、我が子はそれが永遠の課題でしてこの競技はさすがに魔法が使えない監督生君が参加するには危険すぎます。ですので今日は私と一緒に見学を。グリム君は監督生君がいないからといって調子に乗らないようにちゃんと見ていますからね。俺様だ
だけに言うんじゃねえ。俺様よりもエースとデュースの方が調子に乗って失敗しそうなんだぞ。お前と一緒にするな。心配しなくていいぞ、監督生。グリムが暴走しそうなら僕たちが止めてやる。では前方の掲示板に張り出されたチーム分けを見て、それぞれスタート位置についてください。さーて、俺は誰と一緒かなーって。結局お前らと一緒かよ。こっちのセリフなんだぞ。俺様の足引っ張るなよ。確か1チーム7人だよな。他のルビーチームの人はどこに？またお前たちと一緒に迷路を走り回る羽目になるとは。ムシューたちよろしく頼むよ。情熱の赤き宝石の名のもとに燃える闘志で駆け抜けようじゃないか。なんてことだ。魔獣と一緒なんて。僕は猫アレルギーがあるし、実力が出し切れるか心配だよ。おお、寮長がいるチームだ。楽できそうでラッキー。準備はよろしいですね。それではスタート。デュース飛ばしすぎ。ずっと全力疾走するつもり。当たり前だろ。レースなんだから最初から最後まで全力でかっ飛ばす。俺様が先頭なんだぞ。どけどけ。1年生たちは元気いっぱいだね。けれどもう少し足元に注意を払わないと。ん？今なんか踏んだ？うわっ！床が抜けたー！落とし穴？いきなり一人脱落か。おい草食動物ども、床に仕掛けられた罠のスイッチを踏むなよ。そんなこと言われてもどこにあるかわかんないんだけど。床のブロックに微妙に違う質感のものがあるだろう。そこを避ければいい。質感って色とか形とかってことか？うわー！壁から火が！ああ！やられた。僕はここまでのようだ。早っ、もう2人もいなくなったんだぞ。くそ、罠が多すぎる。文句言ってる暇があったら走れ。置いてくぞ。今度はなんだよ。天井が降りてくる。みんな前方の曲がり道に飛び込むんだ。さあかけて、野ウサギのように俊敏に軽やかに。もう少しで天井と床の間に尻尾が挟まれるところだったんだぞ。エクセラン。なんとか通り抜けることができたね。一年坊どもはまだついてこれてんのか。なんとか。くそ、こんなに激しいとは。俺様まだまだ余裕なんだぞ。これがメイズスプリントです。油断すれば一瞬で脱落してしまう。初めてなのに最初のトラップで脱落しないとは、1年生たちも食らいついていっているじゃありませんか。どうしたんですか、キングスカラー先輩。行き止まりだ。マジかよ。またあの危ない道を引き返さなきゃいけないの？俺様の炎で壁をぶっ壊してやる。せーの。やめろ。俺たちをオーブン焼きにするつもりか。うわっ！急に何？おや、これはもしや。てめえも気づいたか、ルーク。音が反響しない。この壁は実体のない幻影だ。幻影？触れるのに？
物質を跳ね返す魔法障壁が張られているということさ。みんな少し離れていておくれ。炎よ、水よ、雷よ。水の魔法が当たったら壁が歪んだってことは、この魔法障壁は水の魔法に弱い。ぶち込みまくれば突破できるってこった。水の魔法はあんま得意じゃねえけど、ふな障壁が破壊できたね。現れた通路は一寸先も目視できないほどのすごい霧だ。何が飛び出してくるかわからねえ。すぐ対応できるよう準備しとけ。行くぞ。